中世初期のスコットランドを40年も統治した王。その長い治世は目まぐるしく変化する周辺諸勢力との同盟や対立の連続でした。この動画を見ることで10世紀前半のブリテン島北部において王国の生存がいかに複雑な外交と軍事のバランスの上に成り立っていたのか、その実態を知ることができます。こんにちは。中世スコットランドの歴史を研究している中川祐希です。今回の動画のポイントは3つです。まず、コンスタンティーン2世という王がどのような人物だったのか。次に、彼とバイキング諸勢力との複雑な関係。そして最後に、イングランドやストラスクライド王国との外交の実像について見ていきます。では、まずコンスタンティーン2世がどのような王だったのかをお話しします。コンスタンティーン2世、エーズの子コンスタンティーンと呼ばれるこの王は、西暦900年から943年まで、実に40年以上もアルバ王国を統治しました。彼は別の動画でお話ししたドーナール2世のいとこにあたります。父親はエーズ、すなわちアルピーンの子キネーズの息子の一人です。コンスタンティーンが王位に就いた900年というのは、まさにアルバという新しい王国が歴史の表舞台に登場した瞬間でした。別の動画でお話ししたように、彼の前の王ドーナル2世が資料に初めてアルバ王として記録された人物です。コンスタンティーンはその新しい王国を40年以上にわたって統治することになります。この40年という治世の長さは、中世初期のスコットランド史において異例の長さです。では、このコンスタンティーン2世の治世を理解する上で重要な出来事とは何だったのでしょうか。それは、ブリテン島北部全体を巻き込む複雑な国際関係の渦中にアルバ王国が本格的に組み込まれていったということです。コンスタンティーンの治世は単に一つの王国の歴史ではなく、バイキング、イングランド、ストラスクライドといった複数の勢力が織りなす壮大な外交・軍事のドラマだったのです。次に、コンスタンティーンとバイキングの関係について見ていきましょう。コンスタンティーンの治世はバイキングとの激しい攻防から始まりました。アルバ王年代記によれば、彼の治世3年目、つまり903年頃にノース人がダンケルトとアルバ全域を略奪したと記録されています。ダンケルドは当時のアルバ王国において極めて重要な宗教的中心地の一つでした。この襲撃は新しいアルバ王国にとって存亡の危機だったと言えるでしょう。しかし、翌年状況は一変します。同じ年代記は904年にストラサーンでノース人が打ち破られたと記しています。アイルランドのアルスター年代記はこの年にイーヴァルの孫のイーマルがフォルトリューの人々によって殺されたと伝えています。研究者たちはこれが同じ戦いを指していると考えています。ここで興味深いのがこのバイキングの勢力の正体です。従来彼らは902年にアイルランドのダブリンから追放されたバイキングの残党だと考えられてきました。しかし、近年の研究はこの見解に疑問を投げかけています。ある研究者は、イーマルの一族が率いるこの勢力は、実は900年頃からすでにアルバ王国内で活動していた集団であった可能性を指摘しています。この904年の戦いについては、後世の伝承において非常に興味深い物語が伝えられています。それは、この戦いが
コルンバの聖遺物の力によって勝利を得たという伝承です。この伝承は当時のアルバ王国において聖コルンバへの信仰がいかに中心的な役割を果たしていたのかを物語っています。さて、コンスタンティーンとバイキングとの関係で最も重要な出来事は918年に起こります。この年、コンスタンティーンはラグナルというバイキングの指導者とタイン川沿いで激突しました。アルバ王年代記はこのタインムーアの戦いにおいてスコットランド側が勝利したと記しています。しかし、アルスター年代記の詳細な記述を見ると、事態はそれほど単純ではなかったことがわかります。戦闘は熾烈を極め、双方ともに多大な損害を出して日没に中断したと記録されているのです。さらに、ダラムで編纂された聖カスバートの歴史は、この戦いがコーブリッジで行われたものであり、ラグナルにノーサンブリアを追われた支配者エアルドレッドがコンスタンティーンに助けを求めて起こった戦いであると伝えています。この資料はアルバオ年代記とは逆にバイキン側の勝利を伝えているのです。勝敗はともかく、この戦いが持つ意味は極めて重大です。近年の研究では、このコーブリッジへの介入は、たとえ最終的に成功しなかったとしても、アルバ王国の王がイングランド北部の情勢に深く軍事介入した画期的な出来事であり、これ以降、ノーサンブリアがブリテン島における覇権争いの主要な舞台の一つとなる短所であったと評価されています。そして、この戦いの後、興味深い展開が待っていました。920年、コンスタンティーンはラグナルやストラスクライド王と共にウェセックス王エドワードを父であり主君として選ぶという協定に参加したのです。つまり、わずか2年前に戦った相手と今度は共にイングランド王に心中の誓いを立てたということです。これは一体何を意味するのでしょうか。研究者たちはこれを一方的な服属ではなく、バイキングの脅威、そしてウェセックス朝の台頭という新たな政治状況の中で、北部ブリテンの支配者たちが相互の平和を確保しようとしたその動きの一環だったと解釈しています。敵か味方かという単純な二項対立ではなく、状況に応じて柔軟に同盟関係を組み替えていく、これこそが10世紀前半のブリテンと北部における国際関係の姿だったのです。では次に、コンスタンティーンとイングランドとの関係について見ていきましょう。920年の協定の後、927年に新たな外交的転機が訪れます。この年、イングランド王アゼルスタンがヨークを占領し、イーモントという場所でコンスタンティーン、ストラスクワイド王ワイン、そしてバンバラの領主エアルドレッドと会合を持ちました。イーモントは現在のカンバーランドとウェストモーランドの境界にあたる場所です。イングランド側の資料アングロサクソン年代記は、この会合を将王がアゼルスタンに服属した儀式として描いています。しかし、ある研究者はこれが対等な交渉であった可能性を指摘しています。つまり、アゼルスタンの帝国への一方的な服属ではなく、相互の平和を保障する外交協定であったかもしれないというわけです。しかし、7年後の934年、状況は一変します。アゼルスタンがプリテン北部へ大規模な侵攻を行ったのです。この遠征は陸路と海路の両面から行われた大軍事作戦でした。アゼルスタンは5月28日にウィンチェスターに軍を集結させ、6月7日にはノッティンガムに到達しています。この遠征には3人のウェールズの王、
18人の司教、そして13人の地方領主が同行しました。アゼルスタンの軍がどこまで到達したかについては資料によって記述が異なります。アイルランドの年代記はエディンバラまでと記していますが、最も北方まで達したとする説はダノッタ、つまりドーナール2世が戦死した断崖の要塞にまで到達したとされています。この侵攻の結果、コンスタンティンは一時的に屈服を余儀なくされました。しかし興味深いことに、その後アゼルスタンの宮廷へ出頭した際、コンスタンティンは副王、つまりスブレグルスとして扱われています。これは何を意味するのでしょうか。ある研究者は、コンスタンティンがその地位を完全に失ったわけではなかったと分析しています。確かに軍事的には敗北しましたが、アルバ王としての地位そのものは維持されていたということです。コンスタンティンは9月12日にはバッキンガムでアゼルスタンの証書に証人として名を連ねています。さらに翌年、サイレンセスターで開かれた大規模な宮廷儀式にも出席しています。このサイレンセスターでの儀式は、アゼルスタンが全ブリタニアの王にして統治者として自らの意向を示すための壮大な演出でした。ローマ時代の円形競技場が今も残るこの古代都市で、コンスタンティンは他の4人の王と共に、おそらくは公的な神従の儀式を行ったと考えられています。しかし、この屈辱は3年後に報復の機会を得ることになります。937年、コンスタンティンは大きな賭けに出ました。ダブリンのバイキング勢力、そしてストラスクライド王国と大連合を結成し、アゼルスタンに決戦を挑んだのです。これが中世初期のイギリス史上最も有名な戦いの一つ、ブルナンバラの戦いです。この戦いはイングランドの女子史や年代記で繰り返し語られる大事件となりました。しかし、コンスタンティンにとってこの戦いは悲劇的な結末を迎えます。連合軍は壊滅的な敗北を喫し、コンスタンティンは息子を失ったのです。アルスター年代記はこの戦いをサクソン人とノース人の間で残酷に戦われた大いなる嘆かわしく恐るべき戦いと記し、数えきれないほど数千人のノース人が倒れたと伝えています。しかしアゼルスタン側も多くのサクソン人が倒れたとあり、双方にとって凄惨な戦いだったことがわかります。ブルナンバラの戦いはアゼルスタンの支配を決定づけました。しかし歴史の皮肉とも言うべきことに、アゼルスタンは2年後の939年に死去します。すると彼が築いた帝国はすぐに揺らぎ始めます。ノーサンブリア人はブルナンバランドで敗れたバイキングの王アムラーブを再び王として迎え入れたのです。このアムラーブは941年には北上してロージアンのタイニンガムを襲撃しており、ブルナンバラの戦いの後もバイキングの活動がアルバ王国の南境に直接的な影響を及ぼし続けていたことがわかります。つまりコンスタンティンの40年以上にわたる治世はイングランドとの関係において心中と反抗、敗北と復讐の繰り返しだったのです。そして重要なのは、この服属が決して絶対的なものではなかったということです。状況が変われば関係性も変わる。それが10世紀の国際関係の姿でした。最後にコンスタンティンとストラスクライド王国との関係について見ていきましょう。ストラスクライドは現在のグラスゴー周辺を中心とするブリトン人の王国でした。グラスゴー西のゴーバンを拠点とし、南はカンブリア地方にまで勢力を及ぼしていた可能性があります。このストラスクライドとアルバの関係について、長い間一つの通説が支配的でした。それは
10世紀のストラスクライドがアルバ王国の世襲王子領、つまりスコットランド王位継承者が治める従属的な領土であったという見解です。この説は14世紀の年代記作家ジョン・オブ・フォーダンに由来するものでした。しかし近年の研究はこの通説を根本から覆しています。研究者たちはフォーダンの記述が13世紀以降の状況を反映した時代錯誤な解釈であると批判しました。特にフォーダンの描写が1259年のガスコーニュ地方の状況に触発されたものであり、中世後期の政治状況が10世紀の歴史に投影されたものだと論じられています。では、実際のアルバとストラスクライドの関係はどのようなものだったのでしょうか。確かに9世紀後半からアルバ王家はストラスクライドの政治に深く介入していました。872年、コンスタンティーン1世の時代にストラスクライドのアートガル王はキネーズの子コンスタンティーンの教唆によって殺害されたと記録されています。アートガルの息子ルーンはコンスタンティーンの姉妹を結婚しており、両王家の間には婚姻関係がありました。しかし、婚姻関係があるからといって、それが従属関係を意味するわけではありません。コンスタンティーン2世の時代のストラスクライドは、独立した行動主体として外交と戦争に参加していました。920年の父かつ主君選定の記事は、ストラスクライド王を明示的に列挙しています。927年のイーモントの解明にも、ストラスクライド王オワインが独立した交渉主体として参加しています。そして937年のブルナンバラの戦いでは、北方の年代記がカンブリア王の参戦を記しており、研究者も当時のストラスクライドの王オワインの参加を支持しています。この連合は同盟者としての並列を示すものであり、従属関係では説明できません。現在の研究の到達点は明確です。10世紀前半のストラスクライドは独立した王国として外交と戦争に参加しており、アルバとの関係は干渉と協調が交錯する非対称的な隣国関係であったということです。コンスタンティーンはストラスクライドに影響力を行使することはできましたが、それは支配ではなく複雑な外交関係の一部だったというわけです。では、コンスタンティーン2世の治世を振り返ってみましょう。940年代初頭、おそらく943年頃、コンスタンティーンは法令を理由に退位し、セント・アンドルーズの修道院に入りました。王位は対立する家系に属するドウナール2世の息子、マエルコルム1世に譲られました。コンスタンティーンが退位を選んだ背景には、ブルナンバラでの大敗と息子の戦死があったかもしれません。しかし、確実なのは、彼が王位を40年以上保ち、そして自らの意思で修道院に入ったということです。コンスタンティーン2世の治世が私たちに教えてくれるのは、10世紀前半のブリテン島北部における国際関係の複雑さです。バイキングとは時には戦い、時には共に同盟を結ぶ。イングランドに対しては形式的には服従しながらも、機会があれば反旗を翻す。ストラスクライドとは婚姻関係で結ばれながらも互いに独立性を保つ。彼と周辺諸勢力との関係には、状況に応じて流動的に変化する複雑な力学の上に成り立っていたのです。コンスタンティーンはこの複雑な外交環境の中でアルバ王国を40年以上にわたって維持しました。彼の治世こそが後のスコットランド王国の地理的・政治的な枠組みの基礎を築いたと多くの研究者が評価しています。ある研究者は、このコンスタンティーンの43年に及ぶ治世が新しく生まれ変わった王国の確かな基盤を与えたと述べています。
とソフィア。本日のお話はここまでにできればと思います。また次回も歴史の探求でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もお待ちしています。